ちは。蔵前のネオテニーの丸山と申します。よろしくお願いします。ネオテニーは幼少形態っていう直訳すると科学的な言葉なんですけど、それがウーパールーパーみたいに生まれてからずっと子供の体型っていうのがいわゆるネオテニーっていう言葉っていうので、それがやっぱり自分もやっぱどんどん成長はしてるけど、頭だったり心っていうのがいつまででも子供みたいな気持ちだなとか、古着も洋服に対してもそういう部分ってどんどん進化していってはいるけど、元は変わってないみたいな感じですかね。蔵前にあるんですけど、うち古着屋さん行こうってなる町じゃないんですけど、うちをきっかけに町が盛り上がってくれるのが一番の目標ですね。じゃあ店内紹介していきます。まず内装なんですけど、結構壁の色をこだわってて、あんまり洋服を邪魔しない色と、飽きのこなさそうな色っていうので、こういうちょっと内装にしてます。基本的にはアメリカ、ヨーロッパのアイテムっていうのが多くて、やっぱ年齢層も高いので、かなり状態には気を使っているんじゃないかなと思います。これはフラックスなんですけど、フラックスはもう個人的にも好きで、何がいいかっていうと、リネンを主に作っている会社なので、リトアニア製のリネンっていうのが割と高品質だったりとか、そういったもので有名な生産国なので、そういったところにこだわって作られている。形もすごく綺麗で、もう着た時にリネンなんでコットンよりかはちょっと生地が重たいので、着た時の肩の落ち方だったりとかシルエットすごく綺麗なシャツですね。あとは糸の編み方だったりとか、こういうの、例えばこれもフラックスなんですけど、遠くから見ると緑色に見えるんですけど、これよく見るとブルーの糸と横に黄色の糸を折って生地を作ってるんで、そういったところも好きな理由の一つとしてあるので、この機会にもうぜひっていう形ですね。ここは T シャツですかね。今だと全部白 T になるんですけど、白 T は基本的に飽きが来なくて、で汚れたら漂白しちゃえば綺麗になるんで、そういったところがいいんじゃないかなと思いますけど、これも全部僕が家で漂白してるんで綺麗です。家で全部漂白してるんですか？はい。だって汚れてるの嫌じゃないですかいや本当にもう結構茶色いものが漂白すると真っ白になるんで気持ちいいですよここはもうミリタリーとブランドのスラックスとかがメインですかね。これとかも、これは50年代のアークティックパンツなんですけど、生地がコットンポプリンですごい薄い生地なんですよ。でポケットがパンツの上に履くパンツなんで、ここに下のパンツに手が入るような仕組みになってたりとか、ポケットに袋がついてないんで、ここを手に入れて下のパンツに手が入れられるような仕組みになってるっていう、こういうのって今だったら必要ないんですけど、無駄なことが大事かなって思っちゃうかなっていう。正直ドローコードなんてついてても使わないし、使わないものだらけだと思うんですよね。こういうのとかもともとはこうやって実用性に特化した作りのものなんですけど、こんなところにジップがついてたりとか、本当は機体に乗った時にしゃがんだ時にすぐポケットに手が入るように手の届くところにあるからついてるんだけど、実際今この時代に来ててここにポケットがついてて得することって少ないと思うんですけど、でも座った時に手届くからここにタバコ入れちゃうみたいな、それが自分の中で当時の年代と今の年代を重ねてつながりを持つことで、タイムスリップしたかのようなところまで持っていけるんじゃないかなっていう気持ちはちょっとありますよね。はい、じゃあ上に行きましょうか。ここはもうラックが結構いっぱいあるので、一個違う古着屋さんに来たんじゃないかなって思えるような空間にはしてますね。これはめちゃくちゃ面白くて、ポケットが2つついてて、でなおかつちょっとラウンドしてるっていうものなんですけど、これは僕がヨーロッパ行った時に買い付けてきたものなんですけど、アメリカじゃ見かけない形かなと思って、でしかもこのポケットの大きさも結構大きくて、こういうのも面白くて買ってきちゃうんですね。やっぱりアメリカはこういうネイビーとか
ブラックとかホワイトとか、いわゆるベーシックな色のものが多いんですけどヨーロッパ行くとこういう淡いオレンジだったりとか、これもそうなんですけどフィラなんですけど、これはヨーロッパで買ってきたフィラで、これイタリア製のフィラなんですね。こういう色が結構多いですね。こういうちょっと淡めの色とか、これも僕はヨーロッパで買ってきたやつなんですけど、なんかこういう中途半端な色って言ったらあれですけど、はっきりしない色の T シャツが多いですね。それが結構逆に個人的には好きですね。で今だとここはもう LLB の特集でちょっと T シャツとビーントートを中心にディスプレイをしてます。この辺のとかはやっぱり、今でも LLB こういうトート発売はされてはいるんですけど、だからこのキャンパスの硬い生地がやっぱりどうしてもこう柔らかくならないで、こうパリッとした状態のものっていうのが多くて、変にこう今のものだと綺麗すぎて、なんかちょっと綺麗すぎるスニーカーって恥ずかしくないですかそれと同じ感覚で、ちょっとこんぐらいこうくたってる方が味が出てかっこいいなって思うんで、色があるところも当たって擦れたり傷があったりとか色落ちしたりとかして緑がちょっとこう白っちゃけてるんですけど、こういうのがやっぱかっこいいですよね。家から私物を持ってきちゃってるんですけど、このパタゴニアのこのシンプルベストになります。これは結構好きな方は好きだし、探されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、僕もそのうちの一人で、廃盤でも今のパタゴニアも作ってないで、生産してる期間もすごく短いので、そういったところが貴重な部分ではありますし、なおかつデザインがすごくかっこよくて、名前からシンプルベストって言われるけど、シンプルなんだけど、この深めの V とスラッシュのポケット、あとはタグがこっちの裾につくっていうところ、特に僕はこの XL っていうのをこだわってずっと探してるっていう状況になるんですね。XL じゃないとこのサイズ感が出ないんですよね。こうやって T シャツの上から着てスラックスと合わせてもらうっていうのは、僕は毎年こういう着方をしてるっていうなんか50年前とか60年も前のものが未使用の状態で見つかっていて、それが自分の洋服のオーナーになってまたそれをこう着ていけるっていう凄さだったりとか、逆もしかり中古で、その汚れてる手もその昔のオーナーがどういう着方をしてたのかとか、どういう人が着てたんだろうとか想像が膨らんだりとかして、そこになんか古着の魅力が全て詰まってて、なんか昔からよく古着はロマンだって言われますけど、まさにそれかなっていう。